皆さんこんにちは、なつきです。ご視聴いただきありがとうございます。このチャンネルでは創価学会の男性と結婚した私の体験をお話しします。ラジオみたいな感じで気軽に聞いていただけると嬉しいです。ついにチャンネル登録者500人を達成しました。ありがとうございます。初投稿が4月22日ですが、3ヶ月未満でね、たくさんの方に視聴していただいて、ここまでチャンネルを育てることができ、また500人がね、一つの目標でもあったので、本当に嬉しく思います。500というね、数ではあるんですが、人なのでね、登録してくださった方がいらっしゃるので、重みをひしひしと感じております。本当にありがとうございます。今回の動画はいただいたコメントを紹介させていただきます。誰も知らない学会員の本音、創価学会員からこのチャンネルに届いた生の声を紹介というテーマで、Google フォームにいただいたコメントの中から視聴者の皆さんに届けたいコメントを5つ選びましたので紹介します。最初のメッセージです。ラジオネーム滝正さん。はじめまして。創価学会に関してアンチではなく内部からニュートラルな発信は数は少ないので貴重だと思います。アンチの発信は言いたいだけ言ってあとは知らないよみたいな発信なので、創価学会内部で抱える嫌だなと思うことを話しているに過ぎません。納得することもありますが、外部の人の発信なので参考になるかといえばなりません。なぜなら私は創価学会内に嫌なことがあるのを承知で内部に残ることを選択したからです。内部にいてどうすべきかを日々考えていますが、幹部に相談しても大抵の兆しありで詰められ指導されるだけです。あなた様の発信はまだ具体的に創価学会内でどういう立ち位置で振る舞っていくかを鮮明にしていないのと、今後どのような動画を作っていくのかわかりませんが、期待が持てるニュートラルな立場だと思いました。はい、滝正さんありがとうございます。アンチの発信は伸びるのでね、YouTube では好まれるテイストの発信になるので多いんですよ。YouTube で創価なんとかで検索すると、アンチの動画か、元学会の動画か、創価の公式のチャンネルぐらいしかないので、私みたいなね、味方の人の発信があってもいいかなと思って始めました。実際こちらのコミュニティのアンケートでも、味方の方がね、動画を見てくださっているし、ここまでこのチャンネルが伸びると思っていなかったので、私の立場からの発信でも需要があるのかなと思っています。創価学会内に嫌なことがあるのを承知で内部に残ることを選択したからですというところが気になりますが、学会活動をしている方なのでしょうけど、内部の人でもね、これっておかしくないと思うことはあるのでしょうね。このコメントを読んである本を思い出したのですが、宗教2世サバイバルガイド、ご存知の方もいらっしゃると思います。この本の内容は退会したわけではなく、学会活動から離れた方の話です。著者は創価の家に生まれて、親が創価の超幹部で創価学園創価大学へ進み、学会本部の職員を務められた方です。2世ですね。このような創価で染まった人生を歩まれた方でも、創価学会に対して疑問を持ったというところから始まり、著者の体験談がたくさん書かれていて、私レベルの知識でも理解できて一気にね、読んでしまいました。あなたの人生は教団のものでも親のものでもありませんとね、書かれていたことがすごく印象に残っています。他の視聴者の方からこの本を読んだというコメントもいただき、夫も知っていたので割と有名な本なのかなと思います。概要欄にリンクを載せておきますので、興味がある方はチェックしてみてください。2通目を紹介します。ラジオネームマーシーさん。こんばんは、チャンネル登録させていただきました。ありがとうございます。僕は学会3世になります。妻も学会員です。決してバリバリの学会員ではありませんが、言行は朝夕してます。信心の手本であった祖母から教わったことですが、南明法蓮華経とは当体、自分自身であり宇宙のリズムと合致するための法と教わりました。僕も創価藩時代に人間革命は閲読しました。その中で創価がどうではなく、日蓮仏法は1年、3年、5年、7年、10年と真剣に題目を挙げ切ったものでしかこの真理は語れないと思います。僕の周りの学会の方が退店したり学会した人たちを見てきましたが、決して生き生きと人生を謳歌しているような方は一人もいないです。
僕自身、妻と子供の大病でもうダメだと諦めてしまいそうな時、すべて乗り越えられてきたのはこの信心があったからだと強く思います。長々と申し訳ありませんが、信心は皆幸福になるためにするのであって、決して人を不幸に導くために行うものではないことをご理解ください。はい、マーシーさんありがとうございます。創価がどうではなく日蓮仏法というところ、似たようなことをね、他の視聴者さんからもご指摘をいただきました。南無法蓮華経を言い出したのは学会じゃなくて日蓮だとね。この点は説明不足で申し訳ありませんでした。私はこの当体ということを初めて知りました。当体調べましたがありのまま本来の姿という意味なんですね。真剣に題目を上げ切ったものでしかこの信心は語れないとかね。すべて乗り越えられてきたのはこの信心があったからだと強く思います。はい、もうこのあたりがね、本当にうちの夫と同じことを言っていると思いました。だから祈ってみたらって言われるんです。夫側の親戚は全員かはわかりませんが、信心している人がね、多いと聞きました。それでも離婚していたり、親子の仲が悪かったりするので、信心しているのになんでと夫に突っ込んだことがあります。夫になんて返されたか忘れてしまいましたがね、なんかうまいこと返されたと思います。宗教が存在する意味は、心の拠り所だと思います。ダメだと諦めてしまいそうな時、頼れるのは自身の心の強さですからね。最近ですね、呼吸が止まるくらいショックなことがあってどうしていいかわからない、すべて停止してしまったくらいのことがあったんです。そういう時にも祈れば落ち着くと分かっていれば、お守りみたいな役割はあるのだと思います。次のメッセージを紹介します。ラジオネーム、アメ太郎さん。今は新規入会される方も少なくなりましたので、子供の入会は熱心に誘われます。また、高校を卒業して社会人や大学生になった時は、ご本尊の授事を勧められます。お子様の入会に関しては、成人した時に本人の意思を尊重させる現地を文書化しておいた方が本人のためですね。続けるにしてもやめるにしても、本人の意思が最優先されなければならないと思います。組織活動が重視される創価学会においては、同調圧力や組織環境の影響が強くなります。批判されることに過敏な方も多いです。対話が大事と言いながら創価の主張だけを押してくる人もいます。相手を尊重せず、言い含めるような物言いもかつては多かったです。これからは何でも胸襟を開いてオープンに話せるようになれば、創価のイメージも変わってくると思います。はい、アメ太郎さんメッセージありがとうございます。従事というね、言葉も初めて聞きました。勉強になります。学会員さんからのリアルな意見というか、創価をね、盲信しているわけではなく、冷静に見ている方だなと思い、メッセージを紹介させていただきました。学会員が高齢化して入会する人が減っているということはね、聞いたことがあります。だからなのかわかりませんが、他の動画で紹介しました創価学会の日常チャンネルや公明党のサブチャンネルがね、開設されたのかなとも思いました。皆さん見てますか？このチャンネル。動画が公開されるたびにものすごい勢いで再生されているんですよ。若い人を取り込みたいのか、創価学会のことをね、知ってもらおうという取り組みはすごいなと素直に思いました。動画のクオリティもすごいですしね。学会活動も昔に比べると今はかなり変わってきているようですね。会合をズームでしたりしていますし、対話が大事と言いながら創価の主張だけを押してくる人ってわかります。自分たちが絶対正しいっていうね、自信を持って迫ってくるというか、悪いイメージが一度ついてしまうと、それをね、取っ払うのは難しいです。でも、この創価学会の日常チャンネルなどを見てね、創価のイメージが変わる人が結構いるのではないかとね、思いました。次のメッセージを紹介します。ラジオネーム、夜更かしさん。こんにちは、20代前半の学会員です。活動もしています。なんとも画期的な動画ですごく見入ってしまいました。またすごく考えさせられました。確かに一般の方からすると私たち学会員が目指すものや普段の活動の意義について理解しがたいことは当然なことかもしれません。ただ活動家の夫と生活する中で理解には及ばないにしても共に生活することを選択していることに
夫は心の底から奥さんに感謝し、大切にしなければならないなと思いました。人生経験が浅い身分ですが、もし仮に自分が将来未入会の相手を奥さんにすると想像したら、自分はそうしたいなって思います。誰よりも一番に大切にしたい。信仰というものは人間性という土壌を耕す桑のようなものだと思います。自分自身も信心を通して他者を慈しむ心を養いました。慈しむ心といってもよくわからないと思いますが、そのおかげでどんな人でも心を通わせられる関係性を築ける自分になれたと思います。個人的な願いもお題目を通して叶えてきましたが、それ以上の価値だと思っています。今の時代ほど個人の自由が重んじられ、自分がやりたいことをやれる時代はないんじゃないかと思います。しかしその一方で自分第一主義も増長され、他人に目を心を配れる人が少なくなっていることもまた事実だと思います。特に若い世代ほど。そんな中で、あえてやる必要もない人の悩みを、また社会の安寧を願って行動できる学会員ってすごいんじゃないかって、ポジショントーク抜きにして感じるんですよね。だから自分もこの生き方をこれからも貫いていきたいって思うんです。今は学会も過渡期であり、活動のスタイルが令和に即したあり方に変わることは時代の要請であり、変わっていかないと社会からの信頼も得られないし、必ず変わっていくと思います。チャンネルの投稿者さんにはいろいろな学会にあってほしいなって勝手ながら思います。本当にいろいろな人がいるし、考え方も全く違ったりします。学会の精神は未活だろうと、外部だろうと、目の前の人をどこまでも大切にすることだと思います。僕も少しでも投稿者さんの気持ちに寄り添いたいって思いました。生意気な長文失礼しました。はい、夜更かしさんありがとうございます。このチャンネルの視聴者さんは年齢層が高めなので、20代の方からのメッセージは貴重なのでね、紹介させていただきました。しっかりしたご意見ありがとうございます。このようなメッセージをいただくと YouTube を始めてよかったなと思います。信仰というものは人間性という土壌を耕す桑のようなものだと思います。というね、この考え方いいですね。やっぱりね、哲学なんですよ。考え方、思考の軸になるというか、人間性を豊かにするためのものってことですよね。あえてやる必要もない人の悩みを、また社会の安寧を願って行動できる学会員ってすごい。はい、そこなんですよ。どうして他人のためにそこまで頑張れるのかっていうのが私はいまいち理解できない。夫には自由に活動できるのは私のおかげってね、いつも言っているんですけどね。夜更かしさんにはこれまでのやり方や考え方にとらわれずに活動し続けてほしいなと思いました。男子部は大変ですからね。夜更かしさんの思いがこの動画をご覧になっている学会員さんに伝わってほしいと思って紹介しました。それとですね、少し前に夫より上の役職の方というのが、偉い人って言うとなんか失礼なんですが、役職名がいつもわからなくてすみません。なんか上司みたいな方に会ったことがあるんです。私はいつも夫がお世話になっておりますとかね、少し会話しただけでしたが、その方のね、オーラを感じました。なんていうのかな、なんか仕事できそうみたいな。ちょっと私の言語化が下手くそですけど、話し方や立ち振る舞いからすごいこの人って感じました。組織を率いているリーダーはこういう人なんだと思いましたね。夫がペコペコしていましたしね。それと婦人部の方、役職がある方なんですが、この方とね、たまに話す機会があって、その方は私のこの未活の中途半端な状態を理解してくれていて、普通に世間話をもちろんするんですがね、私が夫の話をしたりするので、そうかな、こういうところがこう思うとかね、正直に話すと、そういう意見は本当に参考になるとかね、学会も変わっていかないといけないって言ってくれますね。私がこれまで知り合った学会員さんはありがたいことにいい方ばかりです。はい、最後のメッセージを紹介します。ラジオネームみわんこそばさん。28歳女性です。学会賛成です。私はこの宗教に対して確信を持っています。実際に体験したからです。財務に関しては他の方から見ればやっぱり怪しいっていうネタになる話だと思います。私はわかりやすくお金で帰ってきました。3万円財務したら次の年から大卒だけ基本給が2万円上がったり、
10万円財務したら何ヶ月後かに奨学金返済100万円を会社が負担してくださったりといろいろあります。それもイレギュラーな形で実現したので功徳だと思いました。母からはもったいないと思いながら財務するんだったらせん方がましと言われているので、本当に真心の気持ちの額で財務させてもらってます。考え方としては会館を年中無料で使わせてもらっているので、そこに対しての使用料的な気持ちもあるし、外国に会館ができればその分みんなが学会活動に励める、世界交付が進む。そこに対しての功徳は計り知れないと思います。病気にかかったら医者にかかる、もちろんです。頭良くなりたいから勉強する、当然です。目的に対しての努力は当然します。魔法じゃないので、体を鍛えるために練習するのと同じように命を鍛えるのが正題なんです。どんなことがあっても負けない自分を作る、目標のために努力する、その原動力が正題であったり学会活動になります。長文失礼しました。はい、みわんこそばさんありがとうございます。前回と財務の動画に対してのコメントですね。わかりやすく説明してくださってありがとうございます。体を鍛えるために練習するのと同じように命を鍛えるのが正題なんですってね。なるほどって思いました。夫ではなく他の方からの説明でわかることってありますね。財務の動画では言わなかったんですが、ある時夫がある資格試験を受けたいと申し込んだんです。でも試験の前日になってもあまり勉強せずにずっと承諾していたので、そんなことしている間に勉強した方が良くないって言ったんですよ。そうしたらね、みわんこそばさんと同じようなこと、原動力だって言われました。熱が入るからって。それで試験結果はどうだったか、不合格でした。みわんこそばさんのおっしゃる通り、思いだけでは熱量だけではダメなんですよ。行動が伴わないと。祈るだけで勉強してないからじゃんと思って、あの動画ではそう言いました。それとですね、財務の帰ってきたという体験談。夫からいくつか聞いたので、まとめて動画にしてもいいかもしれないですね。はい。ということで、今回は視聴者さんからいただいたコメントを紹介いたしました。紹介させていただいたコメント以外にも、応援のコメントをしてくださったり、動画を楽しみにしているとか、勉強になりますとかね、コメントをくださった方もいて、本当にありがとうございます。また、いつも動画を見てくださり、高評価やチャンネル登録をしていただき、ありがとうございます。この動画を最後まで見てくださっている方にお話ししますが、YouTube では低評価の数が視聴者からはわからなくなっています。でもチャンネルを運営している側では低評価の数もね、確認できます。これまで動画を13本投稿しましたが、この中で一番低評価がついた動画はどれだと思いますか？この人間革命のね、話をした動画なんです。再生回数に応じて割り出される高評価率という数値があるんですが、この高評価率でも人間革命の話をした動画が一番低いですね。次に財務の動画です。学会員さんからの低評価が多いのかなと思いました。今後ですね、チャンネルで投稿していく動画の内容は、ある学会員さんのエピソード紹介を考えています。内容はちょっと弱いかもしれないので考え中ですが、ドロドロした話ではなく、こんな学会員さんがいたよっていうね、軽い話です。それと、任用試験。私は任用試験を受けたことがあるんですよ。なんでやねんっていう感じですが、その理由含めてお話ししようと考えています。あとは用語解説とか、視聴者さんは学会員さんが多いので、教学みたいな感じで素人の私が勉強する回とか、あとは創価の人と結婚して良かったこと、これまでマイナスなことばかり話してきたので、プラスのこと、などなど、いくつかね、お話できそうなことを考え中です。気になるという方はチャンネル登録をしてお待ちいただければと思います。はい、うまく誘導したところで、今回の動画はこれで終わります。ご意見やご感想、またリクエストがあればコメントいただけると嬉しいです。この動画からコメント欄を復活させることにしました。あまりにもなんというか思想が強いコメントや誹謗中傷にあたるコメントは私の判断で削除いたします。もちろん概要欄にある Google フォームを引き続き利用していただいて構いません。今回の動画は少し長くなってしまいましたが、最後までご視聴いただきありがとうございました。重みをひしひしと感じております。コミュニティのアンケートでも